パンデミックのレトロスペクティブ、COVID-19 の過去のデータ分析と WHO のデータ。数年前、新型コロナウイルス感染症19の感染拡大に伴い、私はサバイバーコープの Facebook グループに参加し、新型コロナウイルス感染症19による世界中の人々の苦しみを直接実感しました。今日チェックしてみると、新型コロナウイルス感染症が依然として世界中で苦しみを引き起こしていることに気づくでしょう。世界。パンデミックはまだ終わっていません。WHO のデータによると、死亡者数は時間の経過とともに減少しているが、新型コロナウイルスの感染者数は過去6ヶ月以内だけでも過去の記録の数倍に達しています。データに基づいて次のことがわかります。私たちにははっきりしたことはありません。米国は他のどの国よりも多くの死者を記録しており、合計死者数は111万8800人を超えています。米国の累計感染者数は合計1億287万3920人を超え、最も多い。米国の死亡者数は全体的に減少しているかもしれないが、現在も感染者はいる。データによると、アメリカ人の 68% 強がワクチン接種を受けており、追加接種を受けた人は 35% 強に過ぎません。ここでのデータは明らかです。ここ米国でも世界でも。今日、私たち全員が新型コロナウイルス感染症と戦うためにもっと行動する必要があります。それは私たちが感じている時間ではありません。それは私たちの周囲と世界中で死を防ぐことです。私たちは生活の中で科学的予防原則を体現する必要があります。明日誰かの人生に変化をもたらすかもしれないために、私たちは今日もっと行動すべきです。昔、私は十分な知識を身につけ、この科学情報を科学や技術の背景以外の人々に簡単な方法で共有することで、人々の生活を改善し、回復を手助けできることを願って、果てしなく研究を続けてきました。こちらは昔からの私の投稿です。私の推奨事項は今日でも有効です。以下に記載されている行動を起こす前に、必ず医師に相談し、医学的アドバイスを受けてください。どのような病気であっても、体内のウイルス量や細菌の量を最小限に抑える必要があります。これは次のような模範的な衛生状態を維持することで実現できます。帰宅時と起床時または就寝時に合計1日に少なくとも2回シャワーを浴びる。目薬で目をすすぐ。頻繁に手を洗う。鼻の内容物をきれいにする。マスクと手袋を着用する。アルコールで消毒するベースの製品。以下のことを簡単に実行して、健康的なライフスタイルとポジティブな姿勢を維持し、新型コロナウイルスと最も効果的に戦う必要があります。より多くの睡眠、水分補給、毎日24時間あたり7時間以上うつ伏せになる。毎日少なくとも軽い運動をする。ザクロ、玉ねぎ、ニンニク、レモンを楽しむ。オレンジ、蜂蜜と紅茶を組み合わせて摂取するだけでなく、ポジティブさと笑顔を通じてストレスを軽減し、
体が最も効果的に新型コロナウイルスと戦うことができるようにします。ここでは、新型コロナウイルス感染症19との戦いに役立つその他の行動を簡単にまとめています。予防、症状、対応、統計、その他の情報については、私が長文で詳細な記事を書きました。こちらでご覧いただけます。パンデミックのレトロスペクティブ、研究とデータ分析を通じて新型コロナウイルスと戦う。人生において誰もが健康で長生きすることを夢見ています。社会全体で人類は病気と戦ってきました。もしあんたがmedium.com何らかの行動を起こす前に必ず医師に相談し、医学的アドバイスを受けてください。がん、心臓病、脳卒中、または腎臓に問題がある場合、これらの問題は問題を悪化させ、統計的により死亡率の高い結果につながる可能性があるため、新型コロナウイルス感染症の初期の兆候が現れたら医療機関を受診してください。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の重症度は様々で、高齢者、免疫系の抑制、または全体的な健康上の問題に深刻な影響を及ぼします。私たちはみんな、この現在進行中の健康上の懸念を真剣に受け止めるべきです。呼吸困難や胸痛などの重篤な症状が現れた場合は、直ちに医師の診察を受けてください。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の感染者は今でも人々に被害を与えています。それを軽視すべきではありません。新型コロナウイルス感染症 COVID-19 ワクチンの入手及びワクチン接種後の追加免疫については、必ず医療専門家に相談してください。医師は問題の重症度に応じてタイレノール、アスピリンなどの薬剤を推奨する場合もあります。無症状で知らないうちに新型コロナウイルスを広める可能性もありますが、新型コロナウイルスの症状を監視する必要があります。必ず自分を隔離し、他人との間に少なくとも6フィートの距離を保ち、ソーシャルディスタンスを保ってください。マスク、手袋、フェイスシールドなどの適切な個人用保護具は、あなたを守るだけでなく、他の人を致命的な新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の感染から守ります。CDC や WHO などの公衆衛生当局のガイドラインに従って確実に隔離し、新型コロナウイルス19に対して推奨される措置を講じるようにしてください。新型コロナウイルス感染症から回復した後も、公衆衛生ガイドラインに従ってください。これらの習慣は、日常生活を向上させる健康的な習慣でもあります。健康に焦点を当てたヒントを予防的に実行することを恐れないでください。新型コロナウイルスとの接触への対応だけではありません。今日から予防を中心とした健康的な生活を心がけましょう。手遅れになるまで待ってはいけません。ぜひ以下にコメントしてください。新型コロナウイルス感染症は依然として世界が懸念し続けるべき問題だと思いますか？健康的な生活と医療を改善する必要があると思いますか？
ご参加いただきありがとうございます。チャンネル登録して画面上の画像をクリックして他のビデオをご覧ください。